月刊アスカ12月号付録スペシャルドラマ CD。 今日から魔のつく自由業、魔王陛下とその名付け親の今夜は眠れない。はい、どうぞ。コンラッド、起きてる？陛下起きてますよ。だから陛下はよせって言ってんだろ。そうでした。でもユーリ、パジャマ姿でどうしたんですか？ああ、ちょっと眠れなくてさ。コンラッドが起きててくれてよかったよ。夜遅いにも程があるし、もうとっくに寝てると思った。あ、ひょっとしてコンラッド、これからお休みなさいじゃなくて、実は今がもう早起きモードだったりする？いえ、夕べから起きっぱなしモードです。書類の整理をしていたら目が冴えちゃって、後で少しだけ仮眠を取ろうかと思っていたところ。って何してんの？ああ、これ剣の手入れをちょっとね。へえ、いかにも剣豪って感じ。野球のバットのグリップを巻き直すのと一緒だよ。そっかな。あ、椅子そっち持ってっていい？どうぞ。よいしょっと、よっと。はあ、暖炉の前はあったかいな。ユーリ、裸足？え？ああ、俺の部屋のどっかに室内履きがあったはずなんだけど、片方しか見つかんなかったし歩きにくいからこのまま来ちゃった。だからって城の中を裸足で歩き回ったら寒いでしょ。ほら、こんなに冷たい。くすぐったいから、っていうか、そんなかっこいいポーズでひざまずくなよ。恥ずかしいだろ。でも大丈夫、俺足の裏の皮熱いし。じゃあせめてこの部屋ではしっかり温まっていってください。でもほかほかになったらこのまんま寝ちゃうかもしんない。眠れないんでしょ。だったら願ったり叶ったりだ。寝てしまってもいいですよ。そうしたら俺がお姫様抱っこでユーリを部屋まで連れて行きます。いや、それはちょっと。そんな恥ずかしいことされるくらいなら俺朝までここで寝てくし、どうせ夜が明けたらコンラッドと朝練で合流するだろ。だったらこっちでジャージと靴を借りてって思ったけど、サイズが全然違うからダメか。その時は俺がユーリの部屋まで行ってトレーニング用の着替え一式を取ってきますよ。それ助かる。そういえばボルフラムは？部屋にいるならあいつに持ってこさせるという手も。そいつは難しいかも。あいつさ、最近あんまり俺のそばにいないんだよ。夜も一緒に寝ないから、まあいびきに安眠邪魔されなくて助かるんだけど、なんか調子狂うっていうか、今夜も誰かと約束があったみたいで夜更けに出てっちゃったしね。ボルフラムが？珍しいな。だろ？ここんとこしばらく変なんだよ。グエンダルみたいにギューって眉間にしわ寄せてやたら難しい顔してたり、何にもない空間をじーっと見つめてたりするし。ああ、ひょっとして人には見えないものが見えてるとか。いや、あんたの弟猫じゃねえから、霊とか見てませんから。でも確かにおかしいですね。俺を避けるのは仕方ないとしてあなたまで距離を置かれるなんて。コンラッドを避けるのだってあいつらしくないよ。せっかく兄貴が神魔国に帰ってきたのにさ。あんたたち兄弟水入らずで話したりしてないの？してませんね、残念ながら。ボルフラムはもともと俺に対してわだかまりがありますからね。つまり純血魔族のプライドが俺という存在を認めたくないというか。
それは昔の話だろ。だいたいまだそこにこだわってるなら、人間の母親持ちの俺だってあいつに魔王として認めてもらえないってことになっちゃうじゃん。それはないです。ボルフラムにとってあなたは初めて得た親友で婚約者で忠誠を誓える唯一の主だ。だったら。でも俺はそのあなたと神魔国を裏切った。だけどそれは理由がちゃんと。それでもユーリを傷つけたのは事実だし、ボルフラムが怒りを覚えて当然のことだから。コンラッド。ま、そういうことは抜きにしても、あいつがユーリと同じベッドで寝たがらないとは意外ですね。一時はネグリジェで予売をかけるのが日課だったのに。そういう言い方は誤解を招くのでやめてもらいたいんですが。誰と会っているのか知らないんですか？うん。最初の頃は同郷の者が訪ねてきているとか言ってたけど、俺がこの目で確認したわけじゃないし。ヨザックにつけさせたりは？しないよ、まさか。探偵の尾行とかそんな浮気調査みたいなことを。浮気調査って。そうですね。その可能性もあるわけだ。つまりあいつがあなた以外の相手と。いや、それは俺的には全然 OK なんですけどね。っていうかむしろ大歓迎だし。ほら、例えば厨房係のエーフェとか、ああいう可愛い子とこっそり恋仲だったとか言われたら、先越しやがって畜生とは思うけど、心から全力で祝福するし。ひょっとするとマッチョな男性兵士と相引きしているかもしれないし。その考えはなかった。可能性あるの？さあ、親族の色恋には首を突っ込まない主義なので。でも兵卒の中には同性同士で婚姻関係を結んでいる者も結構いますよ。いわゆる職場結婚ってやつですね。へえ、そうなんだ。棒読みになってるけど。いや、俺はグローバルな視野の持ち主だから、そういうことに偏見はないですよ。あ、でもあれだよね。同性婚ってことは、もしかして女の子同士のカップルも？いるみたいですね。とは言っても女性兵士の絶対数が少ないからあまり多くはないと思うけど。そっか。ああ、それはちょっといい感じだよね。有利、女性兵士にあまり夢を持たない方が実地訓練の成績上位を占めるのは大抵彼女たちなんですよ。度胸も体力も戦闘技術も男を上回る猛者ばかりです。そうなんだ。でも確かに相引きでも何でもなく、ボルフラムが同郷の誰かと会っているならちょっと気になりますね。どういうこと？現在のビーレフェルト領主はバルトラーナ、ボルフラムの叔父です。ああ、名前はよく聞くな。ボルフが俺にくれた金の翼のブローチの元々の持ち主じゃなかったかな。頭の切れる男ですが少々過激な改革派でしてね。言いにくいけれど老いに過剰な期待をかけて、それを足がかりに中央へ干渉してくる面倒なタイプです。つまりおじばか？ま、端的に言えば。でも陛下がいらしてからはすぐにボルフラムが婚約者に指名されたこともあって、しばらくはおとなしかったんですよ。なんで？総国の魔王が伴侶に選んだのが自分の溺愛する甥いだったことで、複雑な自尊心が満たされたのかもしれませんね。あるいはボルフラムが単なる進化よりも一段高い地位を与えられたので、ますます期待を高めて時期を計っているのかも。期待って何の？ボルフラムをリーダーにしたいんですよ。リーダーってどこの？ビーレフェルトの、もしくはこの国の。国って、そっちは一応ヘナチョコだけども、今んとこ俺がリーダーなんじゃないの？その通りです。人心をつかむ伝説の魔王で、外交問題もクリアしつつある立派なリーダーです。そこへ攻撃をかけるほどバルトラーナも愚かじゃないと。
思いたいですね。じゃあ今ボルフラムの調子がおかしいのはビーレフェルトの領主問題のせいってこと？さあ、領主交代の話が具体的に動いているなら、最初にこの血命城というか魔王のもとに打診が来るはずだけれど。そうなの？進化の世代交代を把握するのは王の重要な仕事ですからね。でも今のところそういう動きはないようだし、断定はできないかな。なんか俺知らないことだらけだ。順番に覚えていけばいいんです。そのためにギュンタやグエンダルがいるんだから。彼らは優秀な教師ですよ。分かってる。そっか。ボルフラムがビーレフェルトの領主になっちゃったら血命城にずっといるわけにもいかないよな。寂しいですか？別にベッドが広くなっていいかなって。そのあたりはあまり心配しなくても大丈夫ですよ。それこそギュンターやグエンダルを見てればわかるでしょ。中央で重要な責務についている領主はしょっちゅう王都に詰めているから、地元に領主不在の間信頼できる親族が代理統治をするものなんです。え？じゃあ仮にボルフが領主になってもあいつがこっちに来てる時はビーレフェルト領はおじさんが仕切るってこと？おそらくは。じゃあ今とほとんど変わんないじゃん。そうなんですよね。それを理由にあいつが悩むというのも不思議な話で、バルトラーナは実の兄、ボルフラムの父親が亡くなった直後から自分は甥いが領主に立つまでの中継ぎに過ぎないと公言してたくらいでしたから、全く今更という感じではあるんです。だよな。久しぶりに新魔国に帰ってきてやっとちょっとだけのんびりできると思ったのに、なんかみんなバラバラでさ。ボルフラムはあんなだし、グレタはアニシナにべったりだし、かと思ったら遊びに来たピッカリ君とベアトリスばっかりチヤホヤして、俺のことなんかすっかり放置だし。つまり寂しいんですよね。そうじゃないけど、でしょうがないから今日は神王廟まで行ったわけ。知らなかった。友も連れずに？ちゃんとヨザックについてきてもらったよ。ほらまだお庭番モードが本調子じゃないみたいだからリハビリも兼ねてね。ちょうど巫女さん印のいい薬がいっぱいあるし、特別に治療もしてあげるからおいでってウルリー家が。陛下は別枠としてヨザが建物の中まで入ってるんですか？あそこは男子禁制でしょ。でもグリエちゃんで言ったから心の乙女枠で OK みたい。そんないい加減な。でさ、村田が来いって言うから行ったのに、あいつすごい高熱出して寝込んでたんだよ。多分インフルエンザかはしかなんじゃないかなとか言い出して、結局俺だけ返されちゃって。ヨザックは？はしかなら子供の頃になったことがあるから大丈夫ってんで、そのまま居残りで看病要員。村田も話したいことがあるからヨザクは置いてけってさ。なあ、ちょっとひどくない？地球仲間の俺は放置でヨザクと仲良しとかさ。大丈夫ですかね。もう大丈夫だよ、ヨザックは。医者もびっくりの驚異の回復力だって。もう全然元通り。まだグエンダルには会えてないみたいだけど。そこはもう少し時間がかかるんでしょうね。どうせまたグエンに顔向けができないとか、何か余計なことをぐるぐると考えてる気がしますが、あいつあんな図体で案外小心者なんですよ。変なところで尻込みして一番言わなきゃいけない言葉をずっと言い損ねるやつで。知ってるよ。俺の時もそうだったもん。星鎖国で言われたよ。星鎖国で？なんて？モルギフの時のことをごめんって。長いこと気に病んでたんだって。そうでしたか。
あんたたちって似てるよね。え？幼馴染は似るのかな。ほんとそんなの分かってるよ、もういいって言われたこっちが思っちゃうようなことをずーっと気にして、心に刺さったトゲみたいにしてぐじゅぐじゅに産ませちゃうんだよね。俺がですか？そうだよ。あんたもヨザックも一緒。百戦錬磨のソルジャーのくせしてメンタル弱すぎ。そんなんじゃ日本シリーズ制覇どころかリーグ優勝もできないんだからな。肝に銘じます。でもヨザックと一緒はいただけないな。なんでだよ。あいつは小心者だから。人並み外れた自信家に足毛にされるのが好きだけど、俺にはそういう特殊な思考はないので。自信家って？アニシナとかゲイカとかですよ。村田、あいつは自信家じゃなくて腹黒だろ。腹黒メガネ。ご友人に対して結構容赦ないですよね。あれ、なんかいい匂いがする。コーヒーですよ。俺の部屋だとこのくらいしか用意がなくて。飲めるかな？飲めるよ。ってブラックか。俺牛乳と砂糖がいっぱい入ってるやつの方が慣れてるんだよな。カフェオレ？いや、コーヒー牛乳。コンビニの 500ml パックも大好きだし、銭湯で風呂上がりに飲む瓶入りのとかもう最高。いかにもスポーツ少年って感じですね。カロリー摂取の定番かな。うん。でもびっくりした。こっちの世界にもコーヒーってあるんだ。でもあんまり見かけないよな。どこで売ってんの？どこにも。そもそもコーヒーという飲み物がないので。え？でもこれコーヒーだよな。ええ。俺が地球からこっそり持ち帰ってきた生の豆を馴染みの農家に培養してもらった特別なものです。俺が実験的にというか個人的な興味で作っているので、流通するほどの量は取れないんですよ。わあ、文字通り自家製ってやつ？そう。なかなかうまくできているでしょ？うん。俺あんまりコーヒーの味に詳しくないけど、でも美味しいってわかるよ。もっといっぱい栽培して農園経営しちゃえばいいのに。それは無理。なんで？液体の色を見てください。こんなに黒い飲み物じゃ魔族の庶民は恐れ多くてとても飲めないし、人間たちには意味嫌われてしまう。あー、まさかここでもブラック問題が発生するとは。有利の好みに合わせてミルクと砂糖をたくさん入れれば解決するかもしれないけどね。いいよ。これはもうコンラッドだけがこっそり飲んでくれれば。やっぱ違いがわかる男はブラックコーヒーが似合うもんな。その理論はよくわからないけど。あ、しまった。こんな濃いコーヒーあなたに飲ませるんじゃなかった。目が冴えてますます眠れなくなる。いいんだよ。もともと全然眠くないし、眠れないからコンラッドの部屋に来たんだし。はあ、秋の夜長って退屈だな。昼間はスポーツの秋って感じで楽しいんだけど。もうすぐベースボールの魔王杯が始まりますしね。そう、今回から参加チームが増えたんだよ。トーナメント戦盛り上がるかな。楽しみだな。国技制定後は競技人口が倍増しましたからね。道具を配給したり空き地の整備を進めたりしたおかげで、地方にも野球を楽しむ子供たちが増えたそうですよ。なんか感動。王様やって権力持っててよかったって初めて思える。初めて？それはちょっと問題だな。ユーリ、あんまりちっちゃいところで満足しないでくださいよ。だって
国技が野球で国民がみんな野球ラブなんだよ。俺的にはビッグドリームなんだって。はいはい。チェ、そうやって赤ん坊あやすみたいな顔でニコニコすんのやめろよな。一人ではしゃいでる俺が子供みたいじゃん。16歳はまだ子供でしょ。日本だったらそうだけど、新魔国ならもう成人だろ。そんなに急いで大人にならなくてもいいと思うよ。そのためにユーリは高校生で魔王になったんだから。どういうこと？悩んでいいってこと。俺は新王陛下の善意を信じないけれど、人を選ぶ能力は本物だと思っている。だから彼に選ばれたユーリは正しい。ユーリが抱えた悩みもそのまま成長につながる。きっとね。でもいきなり横入りしてきたやつが子供でヘナチョコなくせに国のトップに立ったりしたら、国民はすごく不安になるだろ。何こいつ本当に信用できんのかよって。そういうことをきちんと考えられるからユーリは大丈夫だって言ってるんだ。コンラッドは俺に甘いな。そんなことないよ。でも俺は俺で打算があるから。打算？あなたに嫌われたくない。嫌わないよ。何言ってんの。俺がコンラッドのこと嫌うわけないじゃん。ありがとう。でも少し前まではこんな風に戻れるとは思っていなかったから。覚悟して離れたのに、いざ敵対した立場で有利の前に立つととても苦しかった。俺だって苦しかった。うん。さっきメンタルが弱いって言われたけど否定しない。有利を背後に置いて目の前の敵と戦うのならどんな窮地でも負ける気がしないが、有利に剣を向けるのは無理だ。どんな理由や大義名分があっても困惑や怒りや失望の感情をぶつけられるたびに心が凍えたよ。そんなの分かってるよ。とっくに分かってた。うん、そうだね。でももういいって。ユーリコンラッド、ちゃんとここにいるんだよな。いますよ、ちゃんと。なんかさ、変な夢を見たんだ。あんたがいないとき。夢？ああ。こんな夜にいるはずないのに、なぜかあんたが俺の部屋に来て悲しいことばっか喋るんだ。戦場で見る月が血に染まって赤いとかさ。この左腕が自分のものじゃない気がするって、すごく痛むって、そう言うんだ。ファントムペイン。え？失った手足が痛む幻覚です。戦場で傷ついた兵士たちがよく襲われていた。俺もアメリカで初めてこの言葉を知ったけれど、不思議だ。この話を有利にしたことあったかな？聞いたよ、その夢の中で。すごい。俺の夢にあなたが出てくることはよくあったけど、そのうちのどれか一つがきっと本物とつながっていたんですね。縁起悪鳥だ。あ、極楽鳥って言うんだっけ？正式にはね。あの鳥に運ばれる魂だけは神王の祝福を受けて死の淵から蘇るんだって。これもあんたが言ってたんだよ。夢の中で？そうなあ、コンラッド、神王に会ったことある？
何ですか急に。だってさっき神王の善意がどうとか言ってたし、切られたはずの左腕まで元に戻っちゃってるし、あんたが実はトカゲの突然変異ですってカミングアウトするなら話は別だけど、そうじゃないならもう神王に直談判してサイボーグみたいに蘇ったのかなとしか。そうですね、あったかもしれない。ふてぶてしくて好戦的で自信に満ち溢れた太陽みたいなお方です。でもあれは圧倒的な力で全てを焼き尽くす炎だ。俺は生き物を育む太陽の方がいい。太陽。明るく暖かい、そう、ユーリみたいな。え？俺が太陽？それは褒めすぎ。いいえ、俺はあなたが生まれる前にこうやってあなたの元になる魂を光にかざして祈ったんです。太陽となりますようにって。あ、ほら、山の稜線が紫色になってきた。もうすぐ夜明けですよ。本当だ。ああ、結局全然眠れなかった。やっぱりコーヒーが良くなかったかな。まだ眠くならない？あんまり。でも朝練やって飯食ったらガクッときそう。じゃあ今朝だけトレーニングは中止にしませんか？その代わり今から中庭に降りて草木に宿った朝露を集めるんだ。朝露？なんで？よく考えたら今日はハロウィンなんですよ。ハロウィン？いえ、そっちじゃなくて葉の露を飲む方の神魔国の伝統行事ですね。ああ、七夕みたいなやつだっけ？願い事が叶う系の。その通り。朝露を飲みながら健康と繁栄を祈る感じかな。いいね、楽しそうだ。今から庭に行く？ええ、でもその前にちょっとサイズには目をつむっていただいて、俺の上着と靴を使ってください。ありがとう。あったかいや。ちょっと待って、ユーリ。つゆを集めるためのグラスとスプーンが必要だ。なあ、コンラッドはどんな願い事する？陛下がますます立派な魔王になりますようにかな。そんな模範解答いらねえよ。もっとこう具体的なやつでさ。じゃあユーリは何を願うんですか？そうだな。テニスコートが欲しいかな。なんでテニス？お好きでしたっけ？いや、見るのは好きだけどやるのは苦手なんだよな。ガキの頃にトラウマがあってさ。でもコンラッドがやったらすっげえ似合うと思うんだよ。俺が？そう。あとは国技の野球以外にも国民的スポーツがあってもいいかなって。メジャースポーツならサッカーもいいんじゃないですか？でもそっちは俺が祈らなくても村田が作っちゃうような気がするし。なるほどね。それでテニスのトラウマって？ああ、昔軽井沢の貸別荘に行った時にうちのバカ兄貴が必殺技を編み出したとか言ってテニスコートの中にいた俺に硬いボールをボッコボコにぶつけてきたんだよ。で次の日に風呂場の鏡で見たらケツんとこにこんなでっかい青あざができててさ。それ蒙古斑だったんじゃないですか？あなたは随分大きくなるまで蒙古斑が出ていたようだから。違うって。つうかなんでそんなことコンラッドが知ってんだよ。そりゃ名付け親ですからね。何それ、意味わかんねえし。有利のことなら何でも知ってるってことですよ。